あなたは自分の成長をどのようにサポートしますか？教育の目的は子供が自分自身を助ける能力を持つことだ。マリア・モンテッソーリ。この質問はマリア・モンテッソーリの言葉、教育の目的は子供が自分自身を助ける能力を持つことだという名言から問いかけています。皆さん、こんにちは、こんばんは。今回は教育者でありモンテッソーリ教育法の創始者であるマリア・モンテッソーリの言霊を紹介していきます。モンテッソーリは自己教育と自己啓発を基盤にした教育法を提唱し、子供たちが自分自身を発見し成長する重要性を強調しました。彼女の言葉は私たちに自己成長の大切さを教えてくれます。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまずマリア・モンテッソーリのルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、ハミルです。マリア・モンテッソーリさんって子供の教育法を確立した人ですよね。どんな内容なのかについては全く知識がないので学べることを楽しみにしてきました。それではいつも通り生い立ちやどんな環境だったのかお聞かせていただきたいです。こんにちは、ハミルさん。マリア・モンテッソーリについて興味を持つことはハミルさんたちの世代にはとてもいい勉強になるかもね。それでは彼女の生い立ちと教育への情熱についてお話ししよう。マリア・モンテッソーリは1870年イタリアのキアラバッペで生まれた。彼女は非常に優れた学生であり、特に数学と科学に興味を持っていた。当時女性が科学分野で教育を受けることは非常に稀だったんだけど、モンテッソーリはその壁を打ち破りローマ大学で医学を学んだんだ。1896年にはイタリア初の女性医師として見事資格を取得したんだよ。医師としてのキャリアをスタートさせたモンテッソーリは精神障害を持つ子どもたちの治療に関心を持つようになった。彼女は特別な教育が子どもたちにとって重要であると考え、子どもの自然な発達を促進するための方法を模索したんだ。1907年ローマの貧困地域で最初の子どもの家を設立し、そこから独自の教育法を展開していった。この教育法は子どもたちが自ら学び成長する力を引き出すことを目的としているんだ。医学を学び医師としてのキャリアから教育者へと変貌していったわけですね。医師としての視点だったからこそ精神障害を持つ子どもたちへ力を注ぐことになったんじゃないかなって思いました。その教育法の誕生秘話や世界への影響なども知りたいです。確かにその環境から独自の視点を確立させていったと言えるだろうね。それではマリア・モンテッソーリ教育法の誕生秘話とその世界への影響についてまとめていくね。マリア・モンテッソーリはイタリア初の女性医師として医学を学び、特に精神障害を持つ子どもたちの治療に情熱を注いだ。彼女は医師として子どもたちの発達と学習の重要性に気づき、教育の分野に興味を持つようになったんだ。彼女が提唱した教育法はローマの貧困地域で設立した子どもの家から始まった。この場所で彼女は子どもたちが自らのペースで学べるように感覚を刺激する教材や自由な環境を提供した。モンテッソーリは子どもたちが自己発見を通じて成長することを大切にし、そのために教師はガイドとしての役割を果たすべきだと考えたんだ。このアプローチは当時の伝統的な教育方法とは一線を画し、革新的なものだった。モンテッソーリ教育法はその独自性と効果の高さから瞬く間に世界中に広がった。1912年にはアメリカに最初のモンテッソーリ学校が設立され、その後もヨーロッパ、アジア、アフリカなど各地で採用されるようになったんだ。モンテッソーリの教育法は子どもたちの自主性と想像力を引き出すことを目的としており、特に自分で考える力を育てる点で評価されている。彼女の教育法は単なる教室の中だけでなく、家庭教育や特別支援教育など多岐にわたる分野にも影響を与え続けている。またモンテッソーリ教育を受けた有名人や成功者が数多くいることから、その教育効果は広く認知されているんだよ。世界的にも影響を与えた考え方だったんですね。現代になっても私でも知っているくらいだから、どれだけの影響力があったのか想像できます。教育法についてもっと知りたいところですけど、まずはマリア・モンテッソーリさんの晩年について教えてください。もちろんだよ。マリア・モンテッソーリの晩年の活動を紹介していくね。マリア・モンテッソーリはその生涯を通じて教育の改革に情熱を注いだ。晩年にはヨーロッパ各地やアジア、
アメリカなどを訪れ、講演やワークショップを通じてモンテッソーリ教育の普及に努めたんだ。特に第二次世界大戦後にはインドでの活動が注目されている。彼女はインドに渡り、そこで多くの教育者たちと共に教育プログラムを開発した。彼女の教育理念は異なる文化や社会背景を超えて多くの人々に受け入れられたんだ。インドで本当にワールドワイドで広まっていった教育法なんですね。やはり1900年頃の教育法としては斬新だったから広まっていったってことですよね。現代における影響についても知りたいです。それでは少しだけ彼女が残した遺産についてもお話ししていくね。モンテッソーリ教育法は1900年代初頭において非常に革新的だった。彼女の教育理念は子供たちが自分で考え、自分で学ぶ力を育てることを重視していて、これは当時の教育方法とは大きく異なっていたんだ。そのため世界中で受け入れられ広まっていったんだよ。現代においてもモンテッソーリ教育は多くの学校で採用されており、特に幼児教育においてその影響力は絶大だ。モンテッソーリの教育法は子供たちが自らの興味を追求し、自律的に学ぶ環境を提供することで、彼らの想像力や問題解決能力を引き出すことを目的としている。このアプローチはテクノロジーが発展し、情報があふれる現代社会においてますます重要なものとなっているんだ。モンテッソーリ教育はただの教育法ではなく、子供たちの人間性を尊重し、彼らが自ら成長する力を信じる哲学でもあるんだ。彼女の遺産は今後も教育の未来を形作る一助となり続けるだろう。ありがとうございます。マリア・モンテッソーリさんのことについてはだいぶ理解できました。きっと力強い信念があったと思うので、言霊についてもっと深いところを教えていただけたら嬉しいです。それではいよいよ教育の目的は子供が自分自身を助ける能力を持つことだという言霊について考えていこう。それを深掘りするためには彼女の教育理念の背景を知る必要があるんだ。モンテッソーリの教育理念は子供の自主性と独立心を重視することに基づいている。彼女は子供たちが自分のペースで学び、自己発見を通じて成長する環境を作りたいと考えたんだ。彼女の教育法は子供が自然に学ぶ力を持っているという信念に根ざしているんだ。ここが最重要ポイントになるんだよ。モンテッソーリは子供たちが自らの興味を追求できる環境が必要であり、教師はそのガイド役であるべきだと主張したことが当時は斬新で革新をついているからこそ現代まで受け継がれているんだ。私はたまに思うんですけど、教育理念ってなぜ必要なのかまでは伝えてくれたり学べる機会がなくて残念だなって感じることがあります。でもこうして理念の真の部分を知れると心から納得できるんだなって感じました。言霊はまさにこの教育理念を象徴すると思うんですけど、もっと深い意味とかはあるんでしょうか？そうだね。教育理念の真の部分を知ると本当に納得できるものだよね。実はマリア・モンテッソーリの教育の目的は子供が自分自身を助ける能力を持つことだという言葉にはさらに深い意味が込められているんだ。モンテッソーリの言葉は単に教育の技術や手法だけでなく人間としての在り方を問いかけている。彼女の理念には子供たちが自分の人生を自らの力で切り開く能力を持つことが大切だという考えが根底にあるんだ。これは教育が単なる知識の伝達にとまらず、個々の人間の可能性を最大限に引き出すための手段であるべきだということを示している。またモンテッソーリは自己教育という考え方を重視していた。これは子供たちが自らの興味や好奇心を追求し、自分自身を理解し成長するプロセスを支援することを意味している。このように彼女の言葉は子供たちが自己発見と自己成長を通じて真の自立を達成するための道を示しているんだ。モンテッソーリの教育理念はただ知識やスキルを教えるだけでなく、人間としての総合的な成長を目指している。それは子供たちが自分の価値観や信念を形成し、自らの選択を尊重することができるようになるための基盤を提供しているんだ。このような理念は現代においても非常に重要であり、多くの人々にとって大きなインスピレーションとなっている。さらに深く説明してくれたことですごく理解が深まりました。お話を聞いていて子供を信用してくれていると感じました。こんな風に伝えてくれたらやる気も出てくるし、勉強が楽しくなるだろうなって思います。私も自己教育を意識してみます。でも当時の教育法の常識とはちょっと違う考え方だったんですよね。周囲からの批判もあったと思うし、マリア・モンテッソーリさん自身も当時のやり方に何か思うところがあったのかな。
確かにマリア・モンテッソーリの教育法は当時の常識とは大きく異なるものだった。彼女は伝統的な教育が子供たちの個性を抑え込み、画一的なカリキュラムで彼らを縛っていると感じていたんだ。当時の教育では教師が一方的に知識を伝えるスタイルが一般的で、子供たちはその知識を受け取る受動的な存在とみなされていた。モンテッソーリはこのようなアプローチが子供たちの自然な好奇心や想像力を削いでしまうと考えたんだ。彼女自身も女性として医学を学び、教育の道を切り開く中で多くの困難や偏見に直面した。その経験から彼女は子供たちに対する期待や信頼が彼らの成長にどれほど重要かを痛感していたんだ。彼女の教育法は子供たちが自分自身を信じ、学ぶ喜びを感じる環境を提供することを目指していた。これは子供たちが自分のペースで学び、自己発見のプロセスを楽しむことができるようにするためのものだったんだ。もちろん当時の教育界や社会からの批判もあったよ。新しいアプローチは常に抵抗に遭うものだからね。しかしモンテッソーリはその批判に対しても冷静に対応し、自分の信念を貫き通した。彼女の教育法が次第に認められ、世界中で広まったのは彼女の信念と情熱があったからこそだと思うんだ。ハミルさんも自己教育を意識することで自分自身の学びをより深く楽しくできると思う。そして感じているように、ハミルさんの力を信じてくれるサポートがあれば、学習を吸収する力は増大することにつながっていくよね。そうですよね。私も頑張ろうって力が湧いてきました。マリア・モンテッソーリさんは最終的にはどんなことを叶えたかったんでしょうか。子供たちが主体性を持って取り組む姿がどんなプラスにつながっていくと夢見たのかを知りたいです。マリア・モンテッソーリが最終的に目指したのは、子供たちが自らの内なる力を発見し育てることができる環境を提供することだったんだ。彼女は教育は単なる知識の伝達に止まらず、人間の成長と発達をサポートするものであると考えていたよね。モンテッソーリの夢見たものは、子供たちが自分自身を信じて行動する力を持ち、自己肯定感を持つことで自分の人生を主体的に切り開いていく姿だったんだ。彼女は教育を通じて子供たちが自分の価値を見出し、その価値を社会に貢献する形で表現できるようになることを望んでいた。モンテッソーリは教育が子供たちの全人的な発達をサポートするものであり、彼らが自立した個人として成長することが最も重要だと信じていたんだ。彼女の教育法によって育まれる主体性や自主性は、子供たちが問題解決能力を身につけ、自分の人生に責任を持つことにつながると考えられている。モンテッソーリは子供たちが自らの興味や好奇心を追求し、創造的な力を発揮することでより豊かな社会を築く一員として活躍できると夢見ていたんだ。すごくよく理解できました。幼少期からその力を信じてくれていて、自信を持てるようになれば、きっと大人になってから社会において貢献できる人が増えていくんじゃないかって思いました。そしてそこにはとても深い愛を感じます。私も頑張りたいって気持ちがふつふつと湧いてきました。私たちが未来に生かせることについてディスカッションさせてください。ハミルさんのエネルギーに満ち溢れている姿を見て、私もすごく嬉しいよ。それでは教育の目的は子供が自分自身を助ける能力を持つことだという言霊からディスカッションするテーマをいくつか考えてみたよ。自己教育の実践、自主性と責任感の育成、学ぶ楽しさの発展、問題解決能力の向上、社会への貢献意識。どれがいいかな。自主性と責任感の育成がいいです。最近学校では文化祭の準備が進んでいるんですけど、いろんな問題が起こるんです。意見が出てこなかったり、いざ決定したことを実行に移せなかったり、そのことを母に話した時に、自主性や責任感が実行委員会に生まれたらいいのにねってつぶやいていたんです。でも私たちはやりたいから実行委員会をやっているし、成功もさせたいって思っているんですけど、母の言う自主性や責任感とは少し意味が違うのかなって疑問に思っていたところなんです。とても興味深い話だね。文化祭の準備は確かに多くの課題が出てくるものだけど、それを通じて成長する機会でもあると思うよ。自主性と責任感の育成について、モンテッソーリの教育理念を参考に考えてみよう。モンテッソーリが言う自主性や責任感は、自分の意思で行動し、その結果について責任を持つことを指しているんだ。それは自分の意見を持ち、それを表明する勇気を持つことだけでなく、決定したことを実行に移し、その結果に対して責任を持つという意味も含んでいる。例えば文化祭の実行委員会で意見が出てこない場合、
自主性を育むためには、委員一人一人が自分の役割や責任を自覚し、自分の考えをしっかり持つことが大切なんだ。また、決定したことを実行に移すには、各メンバーが自分の担当部分をしっかり果たし、全体の成功に貢献するという責任感が求められる。これには、他のメンバーとの協力やコミュニケーションも含まれるよ。お母さんが言っていた自主性や責任感は、こうした積極的な姿勢と結果に対する責任を引き受ける態度を指しているのかもしれないね。実行委員会のメンバーがこうした意識を持つことで、チーム全体がもっとまとまり、文化祭の成功に向けて一丸となって取り組むことができるんじゃないかな。なるほど。気持ちだけではダメだってことは、北里柴三郎さんの言霊からも学びましたが、具体的に意見が出てこない場合とか、役割や責任を自覚して実行するってどうしたらいいんでしょう？みんなやる気はあるんですけど、進め方がわからなくて。確かに、気持ちだけでは物事は進まないし、具体的な行動が必要だよね。意見が出てこない場合や、役割や責任を自覚して実行するための具体的な方法について考えてみよう。まず、意見が出てこない原因として、何をどう考えたらいいのかわからないことがあるかもしれない。そういう時には、まずテーマや目標を明確にすることが大切だね。みんなで一度、文化祭の目的や成功させたいことを話し合って共有することで、方向性が見えてくることがあるんだ。そして、その目標に向かってどんな準備が必要かをリストアップしてみるといいよ。それぞれの項目について意見を出しやすくなるし、具体的なアイデアも出てくるはずだ。また、役割や責任を自覚して実行するには、一人一人の役割を明確に分けることが必要だよね。例えば、誰がどの部分を担当するのか、具体的に決めておくと、各自が自分の役割を理解しやすくなる。さらに、進捗状況を定期的に確認することで、お互いにサポートし合いながら進めていけると思うんだ。こうしたやり遂げるという力を身につけるためにも、マリア・モンテッソーリの言う自己教育を通じて、学びを深めていく必要があるのではないかな。モンテッソーリは、学ぶ過程で自己発見を促し、自分の力で考え、行動することの大切さを教えている。君たちが自己教育を意識しながら、自分たちで考え、実行することで、文化祭の準備もより円滑に進むんじゃないかと思うよ。みんなで協力して、素晴らしい文化祭を作り上げていってほしいな。なるほど。具体的なアドバイスで、霧が晴れたような気持ちになりました。早速やってみます。そして、課題にぶつかったら、それも含めて成長のチャンスと捉えていけばいいんですもんね。見てくださっている皆様、他にも4つのディスカッションテーマがありました。もっとお話しできたら嬉しいので、よかったらコメント欄でより言霊を深めていけたら嬉しいです。今日はマリア・モンテッソーリさんについて学ばせていただきありがとうございました。ここまで動画をご覧いただきありがとうございました。マリア・モンテッソーリの言霊を通じて、教育の本質や自己成長の大切さについて考えることができました。ここでもう一度あなたに問いかけます。あなたは自分の成長をどのようにサポートしますか？今回の動画では、マリア・モンテッソーリの教育理念とその影響について学びました。彼女の言葉、教育の目的は、子供が自分自身を助ける能力を持つことだ、は、私たちにとっても大切なメッセージを含んでいます。自己教育を通じて、私たちの自己成長を目指していくとともに、若い世代への信頼を強く持つ必要があるのかもしれません。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そして、コメント欄でご紹介した言霊について、やり取りできれば幸いです。それでは、良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊もあなたの心に響け。